リモート勤務を撤廃する企業が増える昨今において、私たちサラリーマンにはゆっくりと朝食をとる時間もありません。働き方に振り回される令和の時代、休日くらいはゆっくりと朝食をとりたいものです。レンジで温めるのではなく、米をきちんと研ぐ。効率なんてものは必要ありません。ゆっくりと時間をかけて丁寧に暮らす。忙しさで失われた当たり前のようでいて当たり前でなくなった暮らし。出汁を取るところから始める味噌汁に、古き良き日本人の暮らしの香りを感じます。よく出汁を取った味噌汁の具は質素なものでいい。たくさんの付加価値をつけた提案資料よりも、革新をついた内容のシンプルな提案資料。ビジネスにおいても提案の本質は出汁の効いた質素な味噌汁。結局はそこに尽きるのかもしれません。休日の朝食はちょっと贅沢にお刺身をつけます。我慢ばかりはいけません。自分で稼いだお金は自分のために使いましょう。自分が満たされているから他人にも分け与えることができる。自己犠牲の精神はいつしか精神にほころびが出ます。まずは自分を満たしてあげましょう。朝食では定番の目玉焼きも作ります。これもまたシンプルであり美味しい一品。豪華とは何か、贅沢とは何か。朝食を作っていると物事の本質について考えさせられます。野菜も少々食べましょうか。夕飯に出てきたらちょっと物足りない料理でも、朝食で食べるのであればちょうどいいメニューになったりします。無理せず気取らずゆっくりと。休日の朝食はこういうのがいいのです。さあ始めましょう。ビールを1本つけるのは休日ならではの楽しみです。まるで旅館の朝食を食べているようで旅行気分を味わうことができます。自由に休暇を取ることがままならない会社員にとって、朝食で旅行気分を味わうくらいは当然の権利であると考えられます。好きな時間に働き、好きな日に休む。会社員なら誰しもが憧れる生活ですが、休日にこうして朝食を作ってビールを飲む、このくらいがちょうど良いのかもしれません。なぜなら自由には責任もついてくるからです。午後休を取って昼から酒を飲んだ日の会社からの着信履歴、個人の携帯電話にかかってくる顧客からのどうでもよい質問。自由な働き方とは常に責任を伴うものなのです。1日8時間労働が身に染み込んだサラリーマンにとって、責任のある自由を取るか、責任の軽い拘束された働き方を取るか。ゆっくりと朝食をとっていると、これからの働き方について考えさせられます。卵焼きで満足できるくらいの自由な生活。昼からワンカップを飲めるくらいの自由な生活。自由な生活とは憧れでもあり、不安でもあります。不安という奥の見えない草むらの中に足を踏み入れることができるかどうか。私たちは常に選択に迫られているのかもしれません。
焦げがついた土鍋ご飯。これぞ日本人の朝ごはんであります。うまい。日本人に生まれてよかった。本マグロのお刺身で食べるご飯。この美味しさは労働が報われたと思える瞬間でもあります。たまに食べる贅沢な朝食とは、サラリーマンにとって報われたと感じるひとときではないでしょうか。これでいい。これがいい。美味しい朝食を食べている今がいい。先の見えない不安よりも今感じている幸福感を大切にする。自由と拘束、働き方の選択に迷ったとしても、今こうして朝食を食べて満足できているのなら、あながち間違った選択ではなかったのかもしれません。選択を悔やむより選択を肯定する。自由とは時間軸のことではなく感覚のことなのではないでしょうか。選択を肯定できるなら自由である必要はない。むしろ私たちは自由という言葉に拘束されているのかもしれません。朝食を食べているとそんなことを考えさせられます。こうしてまた私たちは自由な働き方に憧れを持ちつつ、ゆっくりと朝食をとる時間もままならないまま、定刻通りに満員電車に揺られるのです。